皆さんこんにちは、フーディーボーイです。以前の新潟編から引き続き、今回も日本海シリーズということで富山に行きました。実は富山も東京駅から2時間ちょっとで行けてしまう穴場スポットです。今日はそんな富山のおすすめ店を5軒紹介していきます。今回も幅広い価格帯でお店を紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。動画の中身に入る前にこのチャンネルを応援したいとか、もっと今回のような動画を見てみたいと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録をして今後の活動を見逃さないようにしてください。それでは動画の中身に入ります。1軒目は寿司の人と書いて寿司人さん。こちらはミシュラン一つ星を取っていて大変評判のいいお寿司屋さんです。結論から言うと、こちらは酒好きな方はぜひ行ってほしいお店だと思いました。その理由は3つあります。1つ目は富山ならではのネタが出てくるからです。例えば定番の白エビやホタルイカやノドグロなんかもちゃんと出てきます。ホタルイカは茹でて醤油漬けにしているジャーキー状のものが出てきて旨味が半端ないものだったり、ノドグロなんかはオスとメスの食べ比べができちゃったりします。2つ目の理由が日本酒ペアリングがいいからです。増泉という酒蔵のいろんな日本酒でペアリングしてくれるコースがあります。これが11,000円で7杯ぐらい出てきます。なのでドリンク代と考えたら高く感じる人もいるかもしれませんが、ここでしか味わえない珍しいお酒によるペアリングの面白さだったり、出てくるお酒のクオリティを考えると、私はその価値ありだと思いました。特にすごかったのが岩という日本酒です。これはシャンパンで世界的に有名なドンペリに28年間いて醸造最高責任者をやっていた人がいろんな酵母を組み合わせて作った日本酒です。これが時間とともに味わいが変化して食前酒から食後酒とまで楽しめるすごいものです。最初は辛口、次は米の旨味を感じる味わい、その次はフルーティーというような感じで変化していきます。またあんまりたくさんお酒が飲めないよって方は日本酒ペアリングの量も調節できるみたいです。3つ目の理由がコスパが最高にいいからです。特にランチなら 16,500 円と 8,800 円のコースで選ぶこともできるみたいなので、予算1万円以下でも富山で最高級レベルのこのお店が楽しめちゃうのは大変お得じゃないでしょうか。夜だと席料が1000円ついて17,500 円のみになるそうです。ちなみに私は 16,500 円のランチにしましたが、その全メニューと一緒に紹介する食レポ動画はまた別で作ります。2軒目は寿司大門さん。こちらは富山から電車で30分ほどの魚津という港町の駅前にあるお店です。食べログでは100名店、ミシュランでは一つ星と評判がとてもいいお店です。実際に少し富山から離れてても、こちらのお店へ行くためだけにわざわざ毎回魚津まで足を伸ばす価値があると思いました。そんなこちらのお店のいいと思ったところを3つお伝えします。1点目は産地へのこだわりです。こちらも同じく富山の産地にこだわっていて、ほとんどが富山県産のようです。しかも港町の特権というのもあるからか、魚津産のものも多く出てくるのは富山駅の方とはまた違っていていいですね。ちなみに今回のコース内の料理はウニと大トロ以外は全部地元のネタのようです。2点目が江戸前の技術だけじゃなくて調理に一工夫がさらに加えてあるのが僕はいいなと思いました。例えばこちらのバフンウニは白エビと海苔を合わせています。他にも西京漬けにして焼いたノドグロだったり、鶏貝にはお出汁のジュレを合わせていたりします。詳しくはこちらも食レポ動画を別で出しますので、気になる方は楽しみにしててください。3つ目のこちらのお店のいいと思ったところが夜でも最強なコスパです。ランチ限定で価格帯がお手頃でコスパがいいというお店はよくあると思います。ですがこちらは夜でも握りだけなら10貫で5,000円、15貫で8,000円のコースがあって、おつまみと握りのコースは8,000円、1万円、13,000円のコースから選べてしまいます。私は間を取って1万円のコースにしました。コスパがいい代わりに富山駅からは30分ほどかけて行く必要がありますが、私は全然その価値ありだと思いました。少しいつもの予算からは背伸びになっちゃうなっていう方でも満足してもらえると思うので、ぜひ行ってみてください。3軒目は藤井さん。こちらはミシュラン2つ星を獲得している知る人ぞ知る最高の日本料理屋さんです。個人的にはこのお店目当てで富山に行ってもいいんじゃないかなと思ったぐらい大満足でした。そんなこちらのお店は何がすごいのか3点に絞って簡単に説明します。まず1つ目は雰囲気が抜群です。庭園が大きな窓から見渡せるカウンターテーブルになっていて、さらに目の前で調理の様子も見れちゃう贅沢なお席があります。天気のいいお昼とかは最高ですね。2つ目が地元の最高級の素材を使っています。海産物はもちろんのこと、例えば近くの山で腕のいい漁師さんが取ってきた熊なんかも食べれちゃったりします。3つ目が複雑かつ素材の良さを引き出すような調理をされています。よく複雑さを求めて味を重ねるだけだとそれぞれの素材の良さが分からなくなってしまうっていうこともありますが、さすが実力派の日本料理屋さんで、いろんな素材を組み合わせてもそれぞれの良さが消えることなくしっかり旨味や食感の特徴など引き出される形になっているなと思いました。そして
して肝心のお値段ですが、このクオリティでお料理は11品、8寸を8品だと数えたら18品出てきて22,000円なので大変お得だと思います。例えば東京や京都でこのクオリティを求めたとしたら2、3倍してもおかしくないと思います。なのでこちらの価格帯が予算の範囲内だよっていう人は必ず行くことをお勧めします。こちらのお店も別で動画を出しますので楽しみに待っててください。4軒目は大都さん。今まで紹介してきた高級店よりももっとリーズナブルに富山らしい海鮮料理を食べたいっていう人はこちらへ行くのをお勧めします。1品ずつ注文できる居酒屋スタイルで雰囲気はとてもカジュアルです。高級店ばかりではなくこういうお店にフラッと入って一杯やるのもいいですよね。こちらでは富山の名物が一通り食べられるようにメニューが揃ってます。いくつか食べたものを紹介します。まずは富山といったらの白エビ。こちらでは刺身、唐揚げ、かき揚げの3種類のメニューがありますが、刺身や寿司屋でたくさん食べたし、唐揚げは都内でもよく見かけるな。だけどかき揚げってあんまり見たことないなっていうことで、かき揚げを注文してみました。予想以上にでかいかき揚げに野菜の具がたくさん入っていて大満足でした。肝心の白エビも殻ごと揚げてあるので、エビの旨味がちゃんとあって白エビ食べたなという満足感があります。大きさ的には4人ぐらいで分けても十分なぐらいだと思うので、とてもお得だと思います。またこちらは能登の穴子をとろろ昆布と一緒に蒸したものです。こちらも穴子の料理としては珍しいと思ったので頼んでみました。ベタに白焼きや天ぷらのメニューっていうのもありますが、このとろろ昆布蒸しが最高にうまかったのでぜひ頼んでみてください。そもそも穴子が肉厚で食べ応えがあるのに、さらに昆布の旨味たっぷりのあんでコーティングされてるので、一口食べた時の満足感がすごいです。リーズナブルに富山の名物やつまみを一品ずつ楽しみながら酒を飲みたいっていう人はぜひこちらへ行ってみてください。5軒目は塚田さん。最初の2軒で富山で最高レベルのお寿司屋さんを紹介しましたが、もっとお手頃な価格でお寿司を食べたいっていう人はこちらへ行ってみるのもありかもしれません。おまかせで握りが7貫と巻物とお椀でなんと3300円から食べられます。こんなにお手頃な価格でしっかりと一貫一貫でネタの良さを感じられるのは驚きました。おそらくですが江戸前仕込みの仕事をされているのでしょう。ただしこちらはさすがに値段の限界もあってか、シャリが気持ち小さめなので腹ペコの方や大食いの方はご注意ください。量は軽めでいいけど質のいいお寿司を少し食べたいという方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。以上が富山でおすすめのお店5選でした。美味しそうだな、行ってみたいなと思った方や、寿司人さん、大門さん、藤井さんの詳しい食レポ動画を見たいと思ってくれた方は見逃さないようにぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。